大森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。先生こんにちこんは。にちは。皆さんこんにちは。今日は笑顔がいいですね。本当ですね。なんか面白いことでもちょっとありましたもんね、先生ね。そうですね。はいはい。ちょっと蒸し暑いですね。本当ですね。もうね、暑くなってきました。7月も。本当ですね。それで先生、大井原発が再稼働するという、そういう報道がちょっとあったんですけども、心配です。はい。本当に以前のメッセージでもねお伝えさせていただきましたが、人間がしてはいけないことを、宇宙のルールで決まっていることの中の一つに、原子を分解してはいけないということがあります。ですから原子力開発というのは本来は人間がしてはいけないことだったということなんですが、でもいつの間にかねこの原子力依存の生活をしてしまっている私たち日本に住む者たちなんですけれども、で大井原発の下には裏底断層という断層がありまして、もし地震そこで直下型地震が来ればもちろん大井原発は爆発することは間違いないですし、それをやはり地震学者の方々は心配なさっておられますし、あと今地震津波だけではなくやはりこの原子力発電所が破壊をされたりダメージを受けることとしてやはり竜巻とかですね、大型台風とか、そういったこともありますし、これはあんまりあってはいけないんですが他の国からのミサイル攻撃の標的が原子力発電所になるということもあり得るということですので、そうなった時にはね爆発なんてことになったらもう琵琶湖の水は飲めませんし、一番この岐阜は大井原発が近い原発なんですね。そうですね。この岐阜も受けるダメージは大きくてね、まだ福島のね皆さんは本当に今お辛い思いでまだ避難所生活をなさってらっしゃる方もお見えですし、自分の町に住めなくなり他の町にね住んでらっしゃる方もいらっしゃるので、まだ福島原発の問題も収束していない中、このように大井原発を稼働するということは本当に良くないことだと思います。いろんな政治家の方には政治家の方の、いろんな事情があられるとは思いますけれども、で以前、神様より教えていただきましたのはまた人間たちがこのルールを破ったことを始めていけばやっと東日本大震災以来少し人間たちの心がいい方向になってきたということでですね、で東海地震が起こる時期であったりとかね、そういうものもまたもっと先になっていけばいいなと思ってたんですけれども、またこのようにルールを破っていけば、またどこかで火山が噴火したり地震が来たりということが起こってくるのではないかなということもねちょっと不安に思います。そうですね。原発がなくても生活できるということも考えていかないといけないっていうことそうですよね。本当にみんなが少しずつのね節電でもいいのでね、そうですね、気をつけていけばということで、私も本当にエアコンはもちろんまだ使ってませんし、うちは、なんとか扇風機で少し、回す時はあるんですけど、なるべく天然の風で我慢をしてですね、もう夜は早めに電気を消してですね、本当に壁伝いにこうお手洗いにいたりとかもあるんですけどそうですか。あと洗濯機は終われば全てコンセントは抜くと、電子レンジも終わったら抜く、オーブントースターも終わったら全てコンセントは抜くようにはしてるんですけれどもね。そうですか。でもなんか子供部屋を開けると電気つけっぱなしで明け方まで寝てたりとかでガーンってくる時があるんですけどね。それが先生の節電法でいらっしゃいますか。節電になってるかわからないんですけれども、なるべく電気に頼らない生活ということで、とりあえず今少しずつですが、させていただいておりますのでね、皆さんも自分なりの節電ですね考えて原発に頼らない生活をしていく努力をしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。先生、そういえば九州
博多についこの間までいらっしゃって、そうなんです。帰られたばかりだとお聞きしてます。今回はですね、本当に面談とかが向こうで結構入ってましたので、少し長い滞在だったんですね。でまだ帰って来たばかりと言いますか、博多は本当にね行くのがいつも楽しみで、もう人が暑いんですね。で毎回博多講演会なんか雨絡みなんですね。でも講演会が始まる頃にバーッと晴れてくるっていう毎回奇跡をいただいてまして、でそれを博多の人たちはね、自分たちの心が悪いから雨降るのかなって気にしてらっしゃったんですけど、神様がおっしゃるにはそうではないよと、博多の人間は暑いから雨を降らしてクールダウンしてから始めるっていうことをね教えていただいて、博多の皆さんも笑顔になってらっしゃったんですけどね、また博多講演会でもたくさん奇跡がありました。で博多っていうと食べ物も私はすごく楽しみの一つでして、美味しいものがたくさんあるんですね。で今回も博多行くよって行く前にお友達とかに言ったので、何か送るねなんて約束してまして、でそういえば鹿児島のさつま揚げなんですけど、無添加のものが、博多駅のところにお店ができたなって思ったもんですから、1時間だけ時間がありましたので、そのさつま揚げを買って友達に送ろうと言って行ったんですね。これちょっと博多講演会でも喋っちゃったんですけど、でそこに行きましたら20代ぐらいの20代前半の若い女の子がね、お留守番というかお店番してまして、ですごく笑顔が素敵で、もういらっしゃいませって満面の笑み、笑顔が素敵で、すごい愛嬌も良くて気の利く素晴らしい店員さんなんですけど、容量の悪い店員さんなんです。ごめんなさいね、見てたらごめんね。でもねすごいいい子なんですよ。ですいません、このさつま揚げ一つ送りたいんですけどって言いましたら、そしたらすいませんね、じゃあ今日のね発送がまだかちょっと確認しますねとか言ってなんか電話をされたんですよ。で待ってまして、で待ってる隙にすいませんチーズ揚げ一つくださいとか、お客さんがどんどんね揚げたてを一つでも買えるお店なんですね。で今日のセット A セットくださいとか来るんで、その度私にごめんなさいね、ちょっとこちら先にっていいですよいいですよって来るたびにすいませんね、すぐやりますっていいですよいいですよ待ってたんですよ。でなんかどんどんお客さん来られて、でなんかしばらくしてからやっと聞いてくださって、今日の発送間に合いますっておっしゃったので、よかったと思ったんですね。で、もうすでにその時点で30分ぐらい経過してたんですよ。でね、じゃあこのセットを送りたいんですけど一つって言いましたら、じゃあ在庫があるかどうか確認してきますってそれから言われたんですよね。これ30分待って在庫なかったらどうしようと思って、でいやでもここに商品出てますけどって言ったんですけど、ちょっとストック確認してきますのでちょっとお待ちくださいちょっとお待ちくださいってすごい笑顔で言われるので分かりましたって待ってたんですね。でも店員さん1人なんですよ。で、あれお店番どうするんだろうと思ったんですけど、まあちょっとなんか1人取り残されまして、でもうダッシュで行ってきますから待ってくださいって言われて、本当にですねもうこんな姿勢でよいどんみたいなブワーッと走ってたんですよね。えらい遠いな困ったなと思ったら試食がね山盛りあったんですよ。こういろんな味のカットしたものが山盛りあったんですが、店員さんいなくなった途端になんかドーッと人が来られまして、ですごい試食をね1人でね3種類ぐらい食べていかれる。でびっくりしたのはこちらの岐阜とかだと試食してるのって結構おばちゃんじゃないですか、スーパーとか行ってもね。そうですね。若い方が OL の方とかもガンガン食べていかれるんですよね。山盛りあったのがなんかどんどんなくなっていくんですよね。でおばちゃんが何味が美味しいですかって私に聞いてきましたのでチーズ好きなんですって言ったらチーズねとか言って食べてちょっとしつこいなとか言って行かれちゃったんですね。チーズと合わないですかね。でそれでまた猛ダッシュで戻ってこられたんですよ。でもう言いながらこの脇腹させながらストックがありませんって言われたんですね。でここまで待ってないのとか思ったんですけど、ここにあるのはこれはお取り置きですか、買っちゃいけませんかって聞いたら、ありましたねって言われたんです。これ欲しいんですけど、わかりましたわかりました、じゃあ発送間に合いますんでって言われて、で伝票書いてくださいって言われたんですね。でもその戻ってきた時点でこれだけあった試食が2、3個になってたんですよ。私待ってる間にね全部食べたと思われたらどうしようと思って、なんか結構試食されましたよって言い訳なんかしちゃったんですよ。で
じゃあ伝票書きますって言ったら、でもお客さんのネイル可愛いんですねって一言言われたんです。でもあんなバタバタしてるのにネイル見てたんですよね。あ、この子ただもんじゃないわと思って、やっとの思いでさつま揚げギリギリ1時間で書いたんです。でもお友達は喜んでくれたのでよかったなみたいな。本当にすごい経験されましたね。いやいやすごくで帰りにもね、また新幹線乗る前にこんにちはって挨拶に行っちゃったんですよ。すごく喜んでくださって、私も一応さつま揚げを買って帰ってきたんですけどね。はい、本当美味しいです。先生すごいいろんな体験をされますよね。なんかいろんなね、美味しい。やっぱり先生もただもんじゃないですね。私はね凡人なんです。本当に凡人なんです。今度じゃあちょっと真面目に講演会のご案内をさせていただきます。7月16日月曜日の祝日になります。岐阜の長良川国際会議場でこれを行うんですもんね。渡良瀬トーク劇場版初めてですね。そうですね。はい、多くの皆さんにお出かけいただけることをお待ちしてます。ぜひ長良川国際会議場にお出かけください。そして8月の5日の日曜日は岩手県にありますアイーナで行われます。はい、また盛岡に行けるのを本当に楽しみにしております。盛岡の皆さん出てくださいね。先生、そういえば夏休み何かご予定はございますか？はい、お盆ですね。お盆しか少し休みはないんですが、今のところね、まだ何も計画はないんですよ。お忙しいですもんね。はい、ちょっと受験生も抱えてまして。そうですか。先生、そういえばね、ディスコって行かれたことありますか？若い頃ですね。なんかこの岐阜にもディスコが昔あったっていう。ありました、ありました、ありましたし、ある方がディスコをまた再現しようっていうそういう企画もしてるんですよ。本当ですか？先生の身近な方が。嬉しいですよね。ディスコオープンじゃなくて一夜限りとかですか？そうですそうです。はい、一夜限りの。そうなんですか。すごいですね。先生もいらしてください。ありがとうございます。じゃあ覆面していきます。その時代の音楽を聴くだけでも楽しいですよね。もうそうですね。なんかその若い頃の気持ちが蘇って今も若いんですけど。そうですそうです。またマハラジャ世代ですかね。そうですか先生。片桐さん違います？私マハラジャ世代ですね。じゃあもうちょっと上かな。世代っていうんですか。なんでしょう。そのような世代ですね。そうですね。はい。またできると楽しみにしてます。はい。では、もうお時間ですよね。そうです。あっという間です。はい。皆さん、じゃあまた来週お会いしましょうね。See you next week. Bye.